でマイクも入ってなかった。ごめんなさい。すいません。またやらかしてます。マイクも入っていませんでした。こんばんは。改めまして。今日は OBS が立ち上がらなくなってしまって、何回やっても全く立ち上がってくれなくて、これ雨の時のだ。全く何も立ち上がらなくなって、何回もやり直してたら、あらら違うあらら違うちょっと待ってください。何回もやり直してたらウイルスソフトが失敗してたらしくて、なんかロックをかけちゃいけないのをロックをかけていて、全く立ち上がらなくなっちゃって、配信がまた遅れました。でなおかつまた喋っていたらマイク入ってませんでした。すいません。ちょっとやらかしすぎですよね。ちょっと焦ったね。今日はなんか為替の方もひどいことになって、トルコリラが暴落、市長さんがなんか横領だの、どこの国でもありますね、横領、賄賂でクビにして、トカゲの尻尾切りをしようとしたんでしょうけど、エルドアンさんが疑われちゃって、トルコリラ暴落、なおかつ植田総裁の発言で、日本のね、日銀の植田総裁の発言も受けての暴落で、なんか介入したみたいですね。少し上がったっていう、上がってきたっていう。今ちょっと買い時だろうけど、また下がるでしょうね。サーキットブレーカーという現象が起きてたっていうニュースが流れてましたね。ドル円はどうなっちゃってるのかなと思って見たら、ちょうどどっち行くのっていう状態の、ここで落ちてったらもう一回147円ぐらいまで落ちるだろうけど、今夜なんか大きいね、指標というか FOMC と誰だっけ、アメリカの総裁、その人がお話をするんで、それ待ちっていうような動きでチコチコしてる感じでしたね。さっきちょっと見たら。もう一回下行くのかな、どうなのかね。円高に少し触れてくれれば海外旅行もしやすい。125円ぐらいがちょうどいいんでしょうけどね。ちょっと今はね、またでも162円ぐらいはつけると思うんで、いつつけるか分かんないけど、今年中には1回つけに行くとは思うけどね。もう162円とかそんなとこ行っちゃうと、どこまで上がっちゃうんだろうとね、前回の時も思ったけど、今チャートを見てないけど、さっき見てた時はもう一回、だけど FOMC があるからポンとダーンと上がりに行くっていう可能性もありますよね。 1,2 円下がってっていう、そういうことをする会議だから FOMC は。ウクライナも30日の停戦っていうのを、もちろんウクライナ側は OK
って言わざるを得なくて言ったけど、ロシアはね、昨日だっけ、昨日か一昨日トランプ大統領とエネルギー施設は攻撃しないっていうことでお約束のもとで終わったはずなのに、停戦はしないけど一応お約束しますみたいなことで終わったはずなのに、全くロシアはいきなり今日だよね、エネルギー施設ドーンとやっちゃったわけで、どうしてそういうことすんのかなって感じで、あら映像がいっぱい重なってる。ちょっと待って、何が出てんだこれ。何が出てんのこれ。ちょっと待ってくださいね。あ、これか。ね、トランプさんとのお約束を何言ってんだぐらいの勢いでロシアはまた攻撃しちゃって、約束が約束じゃないという状態に陥ってるんで、もうなんてロシアってひどいのって思いますよね。なんでもう取るとこ取ったんだから、もう一回っていうかもうやめればいいのにって思うんですけどね。まだ取りたいのかなって。約束がもう約束として果たされず、これじゃ停戦合意とかしても絶対にまた停戦しましたよって言った翌日とかその日のうちにやりかねないですよね。ちょっと怖いわ。もうロシアのやり方怖い。まあ、どこの国もいろいろあるみたいですけど、ね、サイパンは一応アメリカなんだけど、知事の特権のもう地元の人たちの権利が強い国だから、その権利を残しながらアメリカになりたい、アメリカに救済を求めている状態なんだけど、ね、アメリカの議会の人は知らんっていうようなことを言ったみたいで、4億、ついこの間ですね、4億ドル支援を求めるっていう話が出てたんですけど、全く聞く耳は持たれてないんじゃないかなって思いますね。まあガラパンですけど、今日もフラフラってこう行ってきたんですけど、ちょっとその画像が間に合ってないんですけど、今パソコンに映してる最中にちょっと失敗が起きまして、その画像はまた明日っていうことになるかなって感じなんだけど、どうですかね、サイパンに来る予定とかみんなないですかね。いやー、ちょっとパニックになっちゃったな今日は。あ、こんばんはのばるさん、いつもありがとうございます。またパニックってます。もうさ、OBS が立ち上がらなく全然なっちゃったんで、パニックに陥って、今日で17回目かな、16回目か17回目のライブになるんですけど、パニックに陥りました。本当に OBS が何をしても立ち上がらなくて、自分で
セキュリティソフトっていうの、それをこう入れたんですけど、それが悪さをしたっていうか、私が悪さをしたのか、そのオンにしちゃうと、それをオンにしちゃうと、この OBS が立ち上がらなくなるっていう現象が起きて、こんなの初めて知って、どうやって解消するとかわからなくてパニックになってました。そんなにね、昔その昔はパソコンに結構強い方だったんですけど、もう時が流れるごとにもうパソコンもついていけないし、なんかいろんなものがついていけない状態になってる今日この頃なので、 YouTube 配信も非常に難しい私のレベルでは非常に難しいんで、なかなか進まない状態なんですけど、上手にならない状態なんですけど、ガラパンの映像も今日流そうと思ったのに、今日の映像ね、ちょっとね編集が間に合わなかったので、明日かな、明日には流したいと思います。ガラパンの映像、またちょこっと違うところを撮ってきたんだけどね、ガラパンって言ってもちょっとガラパン裏通りみたいな、そういうとこも撮ってきたつもりだったんだけど、間に合いませんでした。でもね、今日はね一応ライブ配信をしたかったので、この間の映像また出しちゃいます。今日はすいません。でもね、ガラパンこの辺はもうほぼほぼ変わりはないのでね、1週間ちょっとじゃ変わらないから。昨日のニュースでテニアンのカジノが1年間やってたっていうのも知らなかったし、全く知らなかったから、知ってる人いたのかな、みんな知ってたのかな、ちょっと誰かに今日聞こうと思ったの忘れてた。誰かみんな知ってましたかね、見てる方。テニアンにカジノが1年間やってたなんて、去年まで、去年の12月26日までやってたって全く知らなかったんで、ね、テニアンの人に電話かけようと思ったら電話番号が電話に入ってなくなっちゃって、前の携帯の時に前の携帯電話をなくしちゃったっていうか、ゴミと一緒に燃やしちゃったんですよ。前にこの携帯に変える前に、その時にGoogle に保存されてない電話番号がみんな消えちゃって、全てリレースされちゃってて、そのテニアンの方の電話番号もなくなっちゃってたんで、電話して確認することもできなかったんですけど、LINE がつながってんのかな。 LINE って別物？ LINE は別物か。 LINE は別物だとLINE チェックするの忘れてた。 LINE が別物だとしたら LINE に残ってるかもしれないので、また聞いてみようと思うんですけど、LINE 見るの忘れてた。 WhatsApp とかメールとか電話番号を一生懸命探してたんですけど、どっか行っちゃったと思って。コロナ前とはちょっとこの辺、花光のとこも随分なんか看板が変わりましたよね。なんかもっと前はシンプルだったんだけど、なんかオレンジの
オレンジの土台がついて、なんか本当に不動産屋になっちゃってるし、花光のとこも本当ちょっと見ない間に随分変わったなっていう印象があって、不動産屋さん本当にこれを外に貼ってあるのが全部売ってるものなのかは知らないけど、こっち側があれか、ミラージュのとこか。ミラージュね、ミラージュも2人だけ働いてるみたいですからね。1人の子はビザ持ってないのかもしれないな、もしかしたら奥にいた子は。近いうちにちょっと夕方というか5時半ぐらいになれば夜のお店が始まると思うんで、その辺の夜のお店とか夜からやり始めるっていうのも、お店がこう全部始まると思うんで、やってるお店とやってないお店が区別つくと思うんで、その辺をちょっと見に行きたいなと思ってるんですけどね。もう昼間だとやっぱり昼間はやってないけど夜はやってるっていうようなお店もあると思うんで、最近のガラパンの動きが全くね、昼間だけじゃ本当わからないので、夜はパーッとねやってるお店は電気つくだろうけど、ちょっと怖いの暗いんじゃないかなとかも思うんだよね。でも車でどこの道も入っていけるからまだ平気か。前はね歩かなきゃいけなかったけど、どの道も今は車で入っていけるんで。ちょっと聞いたところによると、ガラパンの店舗とかも結構安く借りられるようにはなってるみたい。お手頃価格にはなってるっていうところもあるっていう話を聞いた。高いとこはずっと高いままいるのかもしれないけど、お手頃価格になってるところもあるっていう話を聞いたね。この状態じゃ本当にまずいもんね、サイパンもね。深夜さんこんばんは。いつもありがとうございます。今日ガラパン行ってきたんですけどね、動画も撮ったんですけど、違うところの動画ちょっと編集間に合いませんでした。すいません。ちょっと OBS もパニックになってボロボロでしたすいません。今日こそはオンタイムでライブ配信をしようと思ってオンって押したら OBS が立ち上がらないっていう状況に陥ってて、もう余計なことをしちゃったんで、ウイルスソフトっていうのをごちゃごちゃいじってたら、多分それが余計なことだったんだと思います。何これ、ロレックスってここに書いてあったな。なんだろう、今のお店のとこに今ロレックスって書いてあったような気がする。なんだろう、こんなとこにロレックスなんてないと思うんだけどな。戻んない。もう一回見たい今のところって感じ。ロレックスって今書いてあったよね。質屋もないし、あそこはバーのところだし、
バーの隣の店がなんかロレックスなのかな。歩いてた時には全然気づかなかったけど、今映像でロレックスって出てたな。ここはね、ここにダイビングショップある。そういえばやってる。成田さんのところ、名前は名前はダイビングショップの名前が出てこない。成田さんダイビングショップ。ショップの名前が出てこない。忘れちゃった、このホテルも廃墟にならないうちに早くね、誰かがもう買い取った人がいるんだからね、始めてくれればいいんだけど、 IPI とズブズブだからとかやってたけど、どこも政府だっていろんなとこがズブズブで、今のガバナくらいかな、一応信用できるの。ほんと他はまだなんか変わってないなっていうのが思えるから、とにかくローカルの利権っていうのが強すぎるからね。ほんと法律を自分で決められちゃうんだから、この地域だけのサイパンだけの法律を、その特権を持ってるんだからキャバクラ OK にしてくれって感じだよね。ああいう接客業、それが一番手っ取り早いと思うんだよな、本当に。復興の鍵。そうするとゴルフのおじさんもダイビングのおじさんも、ダイビングのおじさんたちだけじゃダメだよね。若い女の子とかも来ないとね。若い女の子が来るには何があったらいいのかな。この間視察団の女性たちに聞いたんだけど、カフェって言ってたんだよね。別にナイトライフはあまりいらないみたいな感じだったんで、カフェが欲しいって言ってたけど、喫茶店とか儲かんないからね、実際の話。実際そうなんで、女性にはやっぱカフェとなんかアトラクションがあった方がいいんだと思うけど、バナナボートはあったし、サップも欲しいって言ってて、サップもあるし、もちろんサップはね、アクアの前で何時間とか聞かなかったけど、1時間かな、半日かな、分かんないけど$30って言ってたから、サップもあるし、あとアクティブな人にはフォービデンアイランドとかね、禁断の島とかツアー行ったりね、いろいろできると思うんだけど、ジャングルの中はね、結構ね歩くのつらいから、そんで5年6年8年9年ぐらい前かな、9年ぐらい前になんとかバレー死の谷っていうところに行ったんだよね。死の谷って言ったよな、確かそうだと思うんだけど、そこ行ったけど結構つらかった。車でこう入っていけないから、途中で車止めてそこからずっと歩くんだけど、どっかに動画昔載せたと思うけど、こう山の中に昔の日本軍のこう祠みたいな感じのとかがあって、で意味わかんないところに
お供え物があったり、なんかね結構辛かった。バナナ林とか、あとあれ何、シャップじゃなくてマンゴーじゃなくてパパイヤ、また消えちゃった。パパイヤだらけのパパイヤのこれもタイパの映像良くないですけどね、これはねパパイヤのものすごいパパイヤだらけの林の中をずっと歩いてった記憶がありますね。いまだにその辺ちょこっと掘ると昔のコカ・コーラの瓶とか本当に昔のものが出てくるって言ってましたね。あと夜は鹿とかがいるんだよって言ってたから、ちょっとねサイパンに野生の鹿がいるらしいんですよ。見たことないけど私は。ローカルの人は見たことあるらしいですね。結構大きなトカゲとかもいるからね。1メーターぐらいとかもっと大きいのもいるんだと思う。1メーターぐらいの子で子供みたいな状態だったから、それ以上大きい子もいると思うんですよ。それとねこれショックだったのが、ちょっと全然話変わるんですけど、全く話が変わっちゃうんだけど、YouTube やっててインプレッションっていうのが大事なんですって。インプレッションっていうのは YouTube が世間の人にこの動画今やってますよってこう一覧にこう出てくる場所、そこにこう出てくる1ページか2ページ目か3ページ目かに出てくるっていうのにインプレッションっていうのがゼロだったのね。なんだゼロってと思って確認したら YouTube が推奨してないらしいんですよ。推奨っていうかおすすめでもなく、おすすめっていうのは深夜さん、ガラパンに鹿がいたよね。鹿とミュウがいたよね。鹿いっぱい、あの鹿たちがみんなお外山の中に、そうか、あの鹿たちが山の中にいるのかもね。生きてるのかもね。鹿の繁殖力すごいから、ガラパンにいた鹿たちもすごい繁殖してたもん。早いの。また子供いるまた子供いるって感じだったから、この子たちがいるのかもね、もしかしたら。多分そうだ、きっとそうだ。バンビちゃんがいっぱいいたからね、多分そうだと思います。そんでYouTube のおすすめでもなく、おすすめはもちろん載ってほしいけど、おすすめじゃなくて何にもだから宣伝をされてないらしいの。このページ、このチャンネル例えばサイパンって検索したり、旅行とかサイパン旅行とかもうドハマりで来ないと来れないみたいなの。やっぱり前の動画が結構効いちゃってんのかなと思うのと、ああいうのを隠蔽の話とか全部立ち上げて動画にしちゃってたから、ああいうのがなんか結構効いてるみたいで、そういうのをあげると
まあ、そういうのチャンネルだったらもうそういうのチャンネルでいいんだろうけど、結構中途半端じゃない？私のチャンネルはいいこと言ってみたり悪いことも言ってみたりっていうチャンネルだからその辺でなかなかたどり着くのに難しいのかもしれない。まあ、サイパンでライブやってる人はあんまりいない、今の時代はいないのかもしれないけど、昔ね、コロナの時期はなんかみんなやってたみたいなんだけど、コロナの時期は私は逆に死んでいたっていう状態なんで、みんなそういうことをやってたんだと思って逆に驚いたんだけど、まあね、コロナの時期バリバリ働いてた人たちは、元気な人たちはやることなくなっちゃったから、こういう YouTube とかに走ったんだろうけどね、まあ、日本でもそうだよね。みんなやることなくなっちゃったから YouTube に走るとかいっぱいあったみたいだけど、全然そんなこと考えもつかなかったかな、その時は。でもやり始めてみるととにかく難しい、私には難しい、いろんなことを合わせられなくて、とにかく難しいね。何か設定をちょっといじっちゃうともう元に戻れないから、戻るってボタンがないんだよね。戻るってやらせてくれればもう一回戻ることができるんだけど、戻るがないから自分でその何を間違えたのかが分かんないから、間違えたところまで探さなきゃならないんで、本当にまたちょっといじるのが怖くなってきました。ただセキュリティ性ソフトを入れただけなのに本当にちょっと辛い。また分かんなくなってきましたね。でこのジェットスキーは、今映ってるジェットスキーはなんかね動いてるらしいんですよ。まあ今日も動いてるのは見なかったんですけど、聞いてみたら動いてるっていうらしいっていう話は聞いたので、動いてるらしいです。だからジェットスキーもアクティビティの中に一つに入るし、どこで予約するのかはホテルかな、ホテルの前にあるんでホテルかもしれない。ホテルにいた人に聞いたんで、やってるよって言ってたから、今いないけどっていう話でした。この辺に係留してある小さい船も忙しくなればマニャガハ島とかに送迎してくれるみたいだし、ここからだとその3ドル、マリーナを使う3ドルは取られないっていうやつなんだと思うんですよ、多分。ここにやってる人が出会えないんで話も聞くことができなくて、今日もこの辺歩いたんだけど誰もいなくて、ほんと聞くことができないんだよね。でいた人にちょっと聞くとらしいよっていう話だけだから確信が持てない。でも止まってるんだからやってるんだと思うんだよね。申し込めば生かしてくれると思うんだよね。なんか本当にどうしますサイパンね、どうしましょ
とにかくね、政府がもっとクリアにならないと、自分のサイパンの威厳は保ちたいけどアメリカ助けてはもう通用しないんだと思うんですよね。アメリカもいくら大国って言ったってね、今ロシアだイスラエルだってやってるわけだから、まあだってプエルトリコあっちの方とかもアメリカにとっては重要な場所だと思うし、中東のね。サイパンどっちが大切かなって言ったら、グアムがあればいいかぐらいに思われちゃうかもしれないし、アメリカからしたら、グアムを取っとけばサイパン後からでも取り返せるぐらいの場所だからね、昔からね。どうしましょう。いろんなものが本当になくなっていくんで、これからまたデューティーフリーもなくなるでしょ。まずマリアナリゾートがなくなったのがちょっとショックだったし、初めでハイアットはもっとショックだったよね。ハイアット撤退って何してくれんのって感じだったし、でデューティーフリーが撤退4月、もうその4月ってもう来月だもんね。撤退変わんないのかな。例えばね、カジノが始まるから、始まるとは言い切れないからあれだけど、カジノが始まるからじゃあデューティーフリーも継続しようみたいにね、変わってくれればいいんだけど、どうなのかな。もう名だたるものがなくなってっちゃうからね。せっかく韓国のケンジントンが来てくれたんだから、もうちょっとね盛り上がんないと。でテニアンに1年カジノがあったっていうのを私は全く知らなかったけど、それを宣伝してたのかな。宣伝してないっていうのはもうビザを欲しいがためにやってるからっていう考えで宣伝しなかったのか。皆さん、少数民族保護法があるからみんなのんきに暮らしてるって聞いたことがある。少数民族保護法、チャモロ族ってこと。少数民族保護法、そんななんだ。調べてみます。そんななんだ。チャモロとサイパンはカロリニアンが一応もともとの部族っていうの、種族っていうのかな、民族。そうなんだ。そういう保護法があるんだ。今は結局はサイパンは、そういうようなもんだよね。サイパンの権利、サイパンの言う人の権利を残しながらじゃなきゃ、残しておかないと、アメリカは関与できませんよみたいな状態になってて、今はそういう状態だよね、実際ね。でも知事の一声でいろいろなことが変わっていくんだから、今の状態ではね強みだと思うんで、それをやってくれないから、強みを強みにしてくれないからね。自分たちの利権ばっかりを考えちゃってるからこうやって伸びないのかもしれないし、
でもそれは民族じゃないんだよね。民族って言ったらグアムの人も同じ民族だし、でもグアムの人はあんだけ伸びてるわけだから、やっぱ人なんだよね。そう、個々の人選ばれた人たちがちょっと違う方向に行ったから、もうサイパンは伸びずにこういう状態に陥っちゃったんだと思うし、大きいよね。このさ、ここ10年くらいでもう天と地ぐらいの差がついちゃったわけでしょ、グアムとサイパン。グアムが飛行機が減ったって言ってなんか言ってたけど、減ったとかいうね、サイパンからしたらもう毎日何本も飛んでるのは減ったと言わないっていう感じなんだけど、グアムは毎日ね、朝晩羽田からも、名古屋の方からも飛んでるわけだし、減ったって言わないのね、それね。サイパンもでも北海道からも飛んだことあるの。今テニアに交通手段はシスなだけですか。多分なんかね、新聞に書いてあったんだけど、フェリーが出てたらしいよ。だから去年テニアンに行くのにフェリーもあったらしいんだよね、昔みたいに。全然知らなかったんだけど、フェリーで行ったら1時間ぐらいかかるけどね、結構遠いから。フェリーがあったらしいのよ。だから飛行機の他にね、飛行機ももちろん2社ぐらい飛んでんのかな。飛行機も飛んでるらしいんだけど、船があったんだって。フェリーがあったのは全く知らなかったから、もうだからカジノがあったこと自体知らなかったから、1年間もっとね宣伝すりゃよかったのにと思うけど、グリーンカードのために2年ぐらいで終わっちゃうと思ったから宣伝しなかったのか分かんないけど、それかカジノ、サイパンの人たちはみんな知ってて、そのカジノがあったことも知ってて、カジノがあったって客来ねえじゃんかぐらいのことで思ってんのかもしれないけど、宣伝してないよね全然。テニアさん知ってた？これテニアにカジノあったの1年間、去年。聞いたことあります？日本にいて誰が来てたんだろうと思うんだけど、もう全く私本当に知らなくて知ってる人は何で知ったんだと思って。どうやって宣伝してたんだろうと思って。ノバルさん、僕は知らないですよね。私も全然テニアにカジノあったこともフェリーが出てたことも知らなくて、そんなのがあったのと思ったんだけど、実際誰が言ってたんだろうって。でも売り上げもそんななかったんじゃないかなと思うのね。税金が1万ドルちょっとだって新聞に載ってたから、こんなに売り上げがあったわけじゃないんじゃないかなと思うんだけどね。
閉まったニュースで初めて知りました。そうだよね、閉まったニュースで初めて知った。私もそう、閉まったニュースそうテニアンのカジノが閉まりましたよって言ったニュースで初めて知ったよね。私もそうです。だから誰が言ってたんですかって感じ。もしかしたらだけど、ガラパンのカジノのビル、あそこいつも空いてんのよ。で高級な車がいっぱい止まんのよ、あそこ。パンパンっていつも止まってたり、高級な車が入っていくのよ。もしかしたらあそこもやってんじゃないかっていう風に思っちゃったりするんだけどね。黒塗りのお迎えのお車みたいのがよく止まるのよ。闇カジノでもやってんのかな。ほんとなんかね、いつも止まるのよ。黒塗りのベストサンシャインで使ってた時の、だからもしかしたらやってんじゃないかなって思ったりするんだけどさ。やってたらすごいことだよね。で昔なんかビクトリアホテルかなんかで闇カジがやってて、で捕まった人がいるんだけど、昔はハイローラーのお客様とヘリコプターで行ってもヘリコプター深夜さんすごいねそれ。ヘリコプターで行ってたの？テニアンにセスナじゃなくてヘリコプターなの？それすごいな。セスナでね、チャーターがあの頃$400 430ドルぐらいだったんですよ、昔。サイパンからテニアンのチャーター往復だよな。往復だったと思うんだけど、往復で$430ぐらいで6人までだったかな。こんばんは。ごめんなさい、リーフさん。こんばんは。抜かしちゃった。ハイローラーのお客さんってヘリコプターで行ってたってすごくない？ヘリコプターってでも COP からしか出ないですよね。 COP まで行ってヘリコプターで飛んでたのかな。すごいなそれ。ヘリコプターのが高そうだな。でもヘリコプターのが人数乗れないよね。あれ人数何人乗りなんだろう、ヘリコプター。セスナではチャーター飛ばしてもらって行ったりしてたけど、お客様と400何十ドルだからね、ペって1回の金額より1回お客様がかける金額より全然少ないわけだから、もうそんなの全然 OK とかって言って飛ばして言ってたけどね。ヘリコプター聞いたことなかったのすごいな。3人、やっぱ3人なんだ。あのヘリコプター小さいもんね。3人なんだ。乗れないよね。3人で高くつくな。ヘリコプター1回飛ばしたら。片道じゃないと思ったんだよな、私。セスナチャーター片道だったかな。
うん、片道じゃないと思うんだよな。帰り徒歩で帰ってきたことな、徒歩って言ってチャーターでは帰れませんっていうことないと思ったから、徒歩になってないと思うから、往復の値段だと思うんだけど400ドルぐらい。ヘリコプター高そうだな。3人で1回500ぐらい取るよね、普通に取りそうだよね。船で行くのは辛いしね、小さい船でテニアンまで行くのはちょっと辛いからね。ですのにおばあちゃんのいたよね、いた怖かった、あの人いました、おばあちゃん、おばあちゃんのキャプテンいましたね。あの人怖かったわ。今いないんじゃないかなっていうか、もう10年前ぐらいでいなかったと思うんですよね、多分。いたおばあちゃんのセスナの600ドル、高いね。高いわ、それは。600は結構するね。ハイローラーじゃなきゃそれは乗れないわ。高いわ。600ドルで3人か。片道って言わないよね、往復だよね、それね。片道600ドルっつったら飛んじゃうよね。高いわ。これは、まあ、しょうがないのか。ヘリコプター観光で1時間ぐらい飛んでも600ドル取らないんじゃないの。観光で取るのかな。今ヘリコプターも見ないな、全く。全く見ないな、そういえば。600ドルか、それは結構するな。ですなのが格安だな。ワンウェイですよ。片道600ドルなの？それはだよね。ちょっとお高すぎだよね、600ドル。やだ、帰りとほほってなったら乗って帰ってくれないね、600ドルじゃ。帰りは定期便のセスナに乗りましょうってことになっちゃうよ片道600ドル払えないよ、高くて。ちょっとそれつらいわ。高いね。あのヘリコプターそんなにするんだ。怖っ。乗ったことないけど、あのヘリコプター帰ってくるところは何回も見て、なんか見事にあんなところに着陸してくるなって思ってたけど、怖くて乗れない。ちょっと600ドルのカジノに行くのに、まあね、ハイローラーの人にとってね、600ドルは、ね、気分よく行くためにはそれでいいのかもしんない。ハイローラーだからポンプ額がすごい。ポンプ額ってそれに
ヘリコプター出んの？ホテルの泊まる金額とかお食事とかの金額じゃなくて、ヘリコプター代も出るわけじゃないよね。出るのかな、ハイローラーって。ハイローラーだから、もしかしたら日本からの飛行機も出ちゃう人かな。日本からの飛行機代も出てる人いたよね。もしかしたらそういう人かな。ホテル代とかね、お食事代とかはね賄ってくれたりするけど、お酒代とかね。カジノがねやってたんならもっと宣伝するべきだったよね。でもいずれにせよハイローラーには連絡いってんのかもしれないけど、日本のっていうか世界各国の常連様みたいな人には。でも税金の金額が1万1000ドルって書いてあったから、こんなに売り上げはなかったんだと思うんだけどね。いや飛行機代も出てたような人なのかな。それだとすごいね。サイパンからテニアンまでのあれが旅費が出してくれるんならね、行っちゃう人もいっぱいいるかもしれないし。もうね、このサイパンのカジノ、ほんとこんなとこに廃墟になるんじゃほんと困っちゃうから。でもなんか使ってんだと思うんだよね。なんかだって黒塗りの車がいっぱい止まるし、パンパン止まる時止まってるから、ね、カジノの機械も全部あるんだろうから、まさかなくなってるわけないと思うから、闇カジが行われてるのか。どうせカジノの機械があるんだから。でも持ち主がそっか、もう決まったんだもんね、新しくね。あのままほっぽらかしといてもしょうがないんだから、なんかスクールとかやればいいのにね。カジノスクールって言ってさ、ディーラー育てるスクール。このディーラーがどこに旅立てるかは知らないけど職業訓練の一つとしてディーラーを育てるとかありだと思うけど、ありかもしれないけど、その人たちがどこに行けるかはわからないから。なんか日本には中野にあったらしいからね、プールが。テニアンカジノに来てた日本人の人たちなんか中野のもうカジノスクール、ディーラースクールに通って、そこからテニアンにお仕事に来てたらしいから、そういうところになればいいのにね、カジノがやらないんなら。たら誰が儲かる？誰がやるかによるけどビザが取れないからね、みんなね。結局難しいか。でも学校としてやれば、学生としてサイパンに風が入ってくるよね。学生ビザでサイパンに新しく南の島だから1年も空き家になると。
カビ臭くなりそう。そうだよね、本当そうなんだよね。本当うちなんかでも使ってない部屋とかカビ臭いもん。それを掃除する気にはなれないけど、使ってない部屋はねやっぱ風が通らないからカビ臭くなっちゃうし、あのホテルなんかねあっちこっち窓ないわけだから、窓割れてたりなんだりするわけだからさ、よろしくないよね。多分ね1回は使ってるんだと思うんだよね。前に2年ぐらい前の動画にコロナが終わったぐらいの時かな、終わってぐらいの時にホテルに行ったら空いてたから入っていいのって言ったらいいよって言われて、で動画撮らせてくれたんだけど、ドラゴンがいたけどね、あんなのカジノの時からあったわけじゃないと思うんだけど、ドラゴンとドラゴンの卵が置いてあったから、もうまさしくなんかカジノのイベントみたいな感じだったんだけど、これ使ってるなって思ったけどね。何かしらイベントは行われてるんだと思う。どんなイベントだかは知らないけど、お偉い様方のドラゴンだから中国の人だと思うけどね。その当時は中国の人がいっぱい来てたからね。中国の飛行機を廃止したのはね本当大間違いだよね。中国の飛行機が飛んでればもうちょっとねなんとかなってたんだと思うんだけど、中国の人もね意外とねお金使うからね。カジノの時はカジノだらけだったけどね、カジノの中で全て使うみたいな人が多かったけど、あのまま廃墟になられるよりでも何か使ってもらってた方がいいよね。あれでガラパンのど真ん中にねラフェスタになっちゃったら困っちゃうからね。ちょっと待ってください、薬飲むの忘れてた。ちょっとお待ちください。すいません、お待たせしました。水飲むの忘れてました。ご飯を食べてねすぐ飲む予定で置いといたのに忘れてそれを忘れちゃうから最近多いんですよね。ここに何しに来たんだっけなって、なんかやりに行ったはずなのに、なんか取りに行ったはずなのに何をやりに来たんだかそこに
何をやりに来たんだかを忘れちゃうから、ちょっとやばすぎ。何を忘れたんだかを忘れてしまうからね。ほんと困っちゃう。前のずいぶん2年前ぐらいに YouTube を動画で始めた頃にカジノの中撮ったんだよね。すごいドラゴンだと思って、こんなになってたんだこの中身はと思ったんだけど、実際今日だって車をこう横付けして正面に横付けしてるんだよね。なんか使われてるんだと思うんだよね。ペニアンも閉まるニュースでほんと知ったしね。これはね、そんなお金持ちがいたんだなって思うし、もっとね宣伝してくれればもっと日本からもお客さん来たかもしれないしね。もう軍事化になるから結局閉めちゃったんだろうけど、まあそんなようなとこだと思うけど、もっと宣伝すればお客さんは来てね続けられた可能性はあると思うし、なんだかんだだって前ダイナスティの時だって宣伝が大きかったから結構日本のお客さん来てたけどね。サイパンから飛行機か船しか行けないのに、そんなめんどくさいことをしながらもね、結構なお客さん来てたもんね。そうじゃなくてもただツーリストで来てテニアン1日行きますっていう人もその当時多かったけど、まあ私が外に出てなかったから本当にそういう情報を知らないだけなのかもしれないけど、もしかしたら本当にちょっと聞けば「あ、知ってるよ」ってみんな言うのかもしれないし、やってたよっていうのかもしれないけど、本当に知らなかったことなんでちょっとびっくり。風通しはね風通しよくしないと本当にね、ほんとちょっとの間でもカビ臭くなるから怖い。早くホテルもやらないとね、やり始めないと。2階3階ってもう出来上がってるわけだから、中途半端に出来上がってるから、まさかベッドとかは入ってないと思うんだけど、入ってんのかな。どうなんだろう。家具とか入ってたらもうダメよね。全部入れ替えなきゃなんなくなっちゃうわよね。作りはすごいのにね、大理石だらけで一流ホテルだよね。今日もね、本当にね、どこ歩いてもね、人と全然合わないの。もう、まあ、ローカルの人はちょろっているんだけど、ツーリストのつの字も見なかったかな。今日はマニャガハ島もなんか静まり返ってる感じに見えたし、昼間だっていうのに。この間パラセーリング飛んでると思ったのに全然飛んでなかったし、何をしたらいいのかっていう、本当政府は本気で考えてるのか、
軍事化に進めたいなら軍事化に進めるでも、サイパンはアメリカになります、ちゃんと全部アメリカになりますっていうなら、それはそれでね、またいいことなんだろうかと思うんだけど、その移行の期間が本当に心配。税金とかの問題のねが心配。でも法人税とかがアメリカと同じになれば、この変なサイパンの売り上げじゃなくて売り上げから全部そこから計算してのタックスっていうのを、この変な法律をなくしてくれれば一番いいんだけどね。ちゃんと利益に対しての税金にしてほしいんだけどね。じゃないと出資もできないよね。こう投資をして自分の会社を大きくしようっていうことも本当阻まれる。売上税っていうのは、こんなのアメリカでここだけだろう、きっと。売上に対して税金かかるのなんてないよね。ほんとね、投資することを、自分の会社を大きくすることを考えちゃうよね。売上がこんだけしかないのに、売上をもうちょっと増やしたいけど、売上を増やすとまた税金かかるしって、利益に対してじゃないから、やっぱり考えちゃうよ。グアムより小さい会社にとったら、もうグアムより全然高い税金になっちゃうしね。総売上いくらのに対しての25% とか 5% とか 1.5% とか、そういう状態になるから、かなり辛いよね。イーロン・マスクの監査が入れば茶物が困るそう、イーロン・マスクすごいよね。鋭いからね、あの人ね。で、あの人はでも一応イーロン・マスクのやってる方針は、やっぱり国民のためにっていうことで、いらないものをこう全部却下していく方針だから、結構サイパンにいる住民にとってはいいことだと思うね。イーロン・マスクの監査が入ったらほんとチャモロの人たちみんな困るよね。それは僕のっていう、なんか自分のポッケに入るはずだったのにみたいなさ、それもなくなっちゃう、あれもなくなっちゃうっていう。だからこの今サイパンにあるカジノ委員会だって実態があって、実態がなくて、なんか名前だけぶら下がってるようなもんなんだから、そんなのに25万ドル払ってるんだよ。イーロン・マスクがいたら却下だよね、こんなのね。一番初めにこれいらないでしょってことになると思うんだけどね。イーロンさん結構手厳しいことやってるもんね、いろいろと。ロシアとトランプさんと米ロか、トランプさんが話すわけじゃないか。アメリカとロシアの話し合いが今度23日でしょ。どっか中東でやるんでしょ。もうロシアと話し合ってもなんか無駄なような気がするよね。トランプさんとの電話会談の後に、今日もなんかトランプさんとゼレンスキー大統領が電話会談あるんだよね、夜にね。電話会談するって言ってたね。
この間話して OK ってじゃあインフラには手出さないよって言っといてバーンってやっちゃうロシアだから話し合いが何も意味を持たないってこういうこと言うんだなって本当に思うんだけど全く聞いちゃいないよね。どうな本当あの映像ちょっとね区切りすぎていろんなものを区切りすぎて撮りすぎたからで画角がガクガクしちゃったからなんか面倒くさい撮り方しちゃったなと思ってそれをやってたらもう今日は無理だと思って立ち上げらんなかったんだけどもう動画の撮り方はその一つのところをじーっと何回か何分か撮っとかないとちょっとずつって撮るとダメね。手ぶれのが多くて手ぶれ防止をかけても手ぶれのが多くて本当に今日は間に合わせようと思ってたのにちょっと残念。今日このフィッシングベースも行ったけど魚釣りしてる人は今日56人いたな。結構いたんだけど小さいお魚ばっかり取ってんだよね。あれ何して食べんだろう。フライかな。フライぐらいしか食べ方がないよね。こうグランビリオンの1階のコンビニも夜だけとか到着の時だけやるのかな。物は置いてあるからずーっと閉まってるっていうわけじゃないと思うんだよね。飛行機が到着した時だけオープンとかやるのかなするのかな。物は中にいっぱいなんか入ってるんですよ。だからきっとね到着した時はお見せして開けてくれるんじゃないかなと思うんだけどどうなのかな。みゆさんブログの時からブレてたこの間見た。あ、ブログ見てくれたんですか。ありがとうございます。もうどうやってブログにたどり着くんだかもう分かんなくなっちゃった。アメブロやってたんですよね。よく探せたな。アメブロやってて結構長いことやってたな。アメブロもう始めた頃は携帯の写真いやカメラ使ってたような気がするな。カメラ使っててカメラの写真がもうどうしても手ぶれとかそういう問題じゃなくてブレブレになっちゃっててでお客さんがこのカメラあげるよってもらったカメラでもこのカメラで撮りなよって言って持ってきてもらったカメラでもそれでもねいまいち綺麗にブログチェックしてますしなくていいよブログ深夜さんブログねブログチェックしないでください。もういいですあれもうずっとやってないからもう多分
56年は書いてないしたどり着いてないからチェックしないでいいです。お客さんが持ってきてくれたカメラで、このカメラで撮れば普通に撮れるからって言われて、そのカメラでやったんだけど、それでもね、店が暗かったから、言い訳かなこれ、言い訳そうで、まあその頃よりほらカメラとか機械が発達してくれたんで、私が成長したわけじゃなく機械がね成長してくれたからまだ人が見れるような状態になったけど、もう当時はまあちょうどいいんですよ。あれで誰が来てるか分かんないぐらいの映り具合で、何が映ってるんだか分かんないぐらいでちょうどいい感じ。なめてんのかって。ブログの名はなんだっけな。なんだっけな。何でしたっけブログの名前。あれなんだっけ。何でやってたっけ。カフェどこリジョン。リジャンでやってたかな。リジャンでやってたかもしれない。かもしれない。カフェどころマール。カフェどころマール。ハヤットの前の時にダダラックに名前を変更して、ダダラックに名前をもしかしたらブログも変更したかもしれないし、でないかもしれない。どっちだろう。リジャンのままかな。リジャンだった。リジャンかもしれないです。深夜さんわかんないや。本気でわかんない。もうね本当に5、6年行ってない。ごめんなさい。水が変なとこ入っちゃった。ちょっとたんま。ごめんなさい。水が変なとこ入っちゃった。いや、名前なんだったっけな。リジャンでやってたよね。やってて、その後ダダラックに変更したような気がするんだけどな。変更してない？ダダラックにしたよね私。多分したと思うんですけど、ハイアットの前に移った時に店名を変えたんですよ。リジャンっていうのは洞窟っていう意味だから、ダダラックに名前を変えたはずなんですよ。でも確かじゃない。ブログの名前を変えたかどうかは忘れてしまった。結構ねブログの時は結構見てくれてる人多かったんですよね。毎日ねくだらないことを書いてたんですけど、っていうか英語に訳されないように書いてたんで、小さい「あ」とか「い」とか「う」とか入れたりしてたから、今っていうかね、何年か前に自分で開けて見てみたことがあって、自分で書いた文字が読めないどんだけバカっぽいんだと思って何書いてあるんだけど自分でも分かんないみたいな
「あ」とか「い」とかを小さくすれば翻訳できないだろうと思って、そういう書き方をしてたんですけど、自分で今後から読もうとすると、当時はその頭の脳が多分そういうのに反応してたから、普通に書けたり読めたりしたんだと思うんですけど、その後読み返してみようと思って読んだことがあったんですよ。自分で書いたことが全く分かんない、理解ができない読めない読みづらっていう感じのブログで、もうほんと恥ずかしすぎる当時もね、こう文句ばっかり言ってたんで、政府に対してだからあんまり読まれたくないなっていうとにかくバカブログまあ今 YouTube でも、どっちかっていうとバカトークだけど仕方ないよね。ボキャブラリーがなくなってしまってるんで。いやブログもね、もうどれだけ翻訳されないかとかいろいろいつも考えてたよね。じゃあ「あ」とか「つ」とか「い」とか入れると翻訳をできないから、英語にして読むことがまず難しい。日本の人だけ分かればいいやみたいな状態で書いてたんで、もうやだな、深夜さんにブログ読まれちゃうのは恥ずかしいです。どれだけバカなのかバレちゃう。リーフさんも昔の昔のっていうか、私がそうビジネスをやってた時代も知ってるってことなのかな。私ここにリンクしてるのはなんだっけ、リンクしてあるブログがあるんだけど、このリンクしてあるブログは何ページも書いてないと思うんだよな。どこのブログだっけな。 YouTube にリンクしてあるブログなんかしてありますよね。私ちょっと見れる？これでこれなんか動かしたらとんでもないとこ行きそうだから、ちょっと動かすのはやめよう。怖い。今触るのは怖いな。今触るととんでもないことになりそうなので、ちょっとあれですけど、説明欄かな、自己紹介かなんかのとこにリンクしてあるブログがあるんですよ。このブログなんてもう本気で言ってないな。アメブロはどんなこと書いたっけなって見に行ったことがあったけど、どこのブログかも忘れちゃった。リンクしてあるブログダメだね。ダメですね。本当に忘れちゃった。なんだっけな。今思い出そうと思ったけど全然思い出せないんでごめんなさい。なんか流行ったブログのとこですよね。流行ってた一時期。そのブログに書くことが
忘れちゃったな。結構宣伝があったんで、そこで書いただけなんですけどね。忘れちゃったな。何だったっけな。ダメだ、思い出そうと思うと言葉が出てこなくなっちゃうから、ちょっとブログは一旦忘れましょう。陣也さん、コメントがなくなったけど、まさか見に行ってないよね。今見に行ってないよね。リーフさんは前ビジネスやった時に知ってるのかな。知ってる人なのかな。会ったことないです。会ったことないですか。私とに決まってるね。ここで話してるのは私なんだからね。私とは会ったことない。あ、そうですか。ありがとうございます。ブログにも載ってないんで。見たこと会ったことないっていうのはいいことかもしれない。いいことかもしれない。いいことかもしれないな。上店の隣のデリカテッセンのお店もない。何それ。上店の隣のデリカテッセンって何屋さん。見たことあります。上店の隣のデリカテッセンを見たことある。何デリカテッセン。どんなお店。デリカテッセンってパン屋さんあるよ。パン屋さんじゃなくて、店の名前は知らないけどパン屋さんあるよ。何なんて。惣菜屋。知らん。惣菜屋。パン屋でしょ。パン屋じゃん。パン屋とは違う。惣菜屋はパン屋と違うよね。どう考えても。でもパン屋だよ。なんでパン屋だっけ。写真に動画に載ってんじゃない。パン屋デイリーじゃないな。なんだっけ。惣菜屋。デリカテッセン。聞いたこともない。惣菜屋。上店の隣ってパン屋のとこでしょ。パン屋しか出てこないんだけど、パン屋のとこじゃなくてですか。深夜さん。リーフさんも知ってるってこと。何わかんない。惣菜屋。デリカテッセン。惣菜屋がパン屋さん。もう看板が映ってなかった。嘘。看板が映ってなかったんだ。そっか。
あそこパン屋さんだと思うよ、パン屋さん。知りません、惣菜屋。知りません、惣菜屋。惣菜屋わかんないよね。わかんないや、私も。パン屋さんはあるけど、パン屋さんはあるよ。パン屋も知らない？パン屋も知らない。パン屋ってだってずーっとパン屋じゃなかったのっていう感じなんだけど、惣菜屋の時期があったってことなの？惣菜屋の時期があったの？惣菜屋があった。惣菜屋の時期があったってこと？深夜さん教えて。よく知ってるんだよな、深夜さん。パンは名鉄マートに買いに行ってました。名鉄マート、あっちなんだ。遠いとこまで。3回しかまだ行ったことあります。3回でも来てくれてるのは、サイパンに来てくれてるのはすごいことです。ありがとうございます。りちゃんのブログで行ったよ。ブログで行った？どこへ？サイパンにってこと？かな。ありがとうございます。そう、ありがとうございます。でも会ってないんですねお店にいなかった頃の、いなかったのかな、いなかったか休んでたかなんかだと思うんですけど、いないってことは、この15年ぐらいの間はいないってことないんですよ。私一人でやってたんで。昔はスタッフがいっぱいいたんですけど、ハセオ・デ・マリアナの時だと、リジャンのブログでっていうと、ブログ始めたのがこっちに移ってからなんで、ハセオデに移ってからだと思ったんだよな、多分。パセオ・デ・マリアナに移ってからなんで、昔はブログ書いてなかったと思うんですよ。そう、お店として個人の内緒のブログみたいなの書いてたけど、お店としてのブログ、ビジャンのブログはパセオ・デ・マリアナに移ってからしか書いてないんで、だからいないってことはない。私一人でやってたから。で、休んでるか閉まってたか
イルカどっちかなんですよね。でもブログ見てきてくれたっていうのはありがたいことですね。YouTube もね、YouTube も見てきてくれたりすると嬉しいんですけど、 YouTube がね、なんかね、宣伝してくれてないんですよ。宣伝っていうか、載せてくれてないって言った方がいいのかな。インスピレーションとかいうのが、初めにこう、とにかくサイパンって検索しないと、具志堅用高の横でやってた。そうですそうですそうです、具志堅用高の横、具志堅用高じゃなかったけどね、もうね、もうっていうか、もともと具志堅用高でも何でもなかったんだけどね。そう、あそこでやってたんですよ。2009年8年2008、いつからだっけな。2013年にあのことが起こったから、2010年ぐらい、2010年か2011、なんでわかったの？もうブログ見たの？もしかしてブログをご覧になりましたか、深夜さん。何書いてあるか分かんないでしょ。私が分かんないんだから分かるわけないと思うんだけど。リーフさんも何書いてあったか分かったかな。いや、何書いてあったか分かんないんだけど、ちょっとね、ブログの話は恥ずかしいからYouTube もこれだってタイパンとかライブとかそういうのでコレクトで入ってこないと入ってこれないってことだから、ちょっと誰が止めてんのって感じだよね。結構ね、前は回転数良かったんだけど、最近見てくれる人が減りましたかね。サメはまだ台風で飛んでっちゃったんですよ。サメ飛んでっちゃったの。もう閉めてからだけどね、閉めてうちに持って帰ってきたんだけど、サメうちの目の前に置いといたんだけど、サメ飛んでっちゃったんですよ。サメは家の中に入れられなくて、釣って家の中に入れるかなんかしないと間口から入らなくて、外に置いといたんですよ。そしたら飛んでっちゃいました、台風の時に。イルカはいるんですけどね、まだイルカは取ってあります。まだサメはもういないんですよね。飛んでっちゃった。誰か使ってると思いますよ。一回発見したんですよ、飛んでったサメを。だけど返してもらえなかったから諦めました。 Facebook にも出したんですよ、サメ返してくださいって。だけどなんかね、意義ありとかでね、意義ありっていうね、なんかあれ投稿されちゃったみたいで、もういいやと思って諦めました。泥棒が意義ありって押したのかなって思って諦めましたね、あの時ね。サメ持ってくんの大変だったんですよ、あれ。日本から持ってきたんですよ、サメもドルフィンも。
10万ぐらいかかって持ってきたんだよな。結構大変だった。結構ね、昔はノースウェストの時は洗濯機とか冷蔵庫とか飛行機で持ってくるの簡単だったんですよ。意外とちょっとチャージを払えば、本当のちょっとで1万円ぐらいで洗濯機とか運んでくれたし、60インチのテレビとかも運んでくれたんですよ、ノースウェストの時は。1万円かかんなかったと思うな。68ドルとかだと思った。オーバーチャージみたいのが。今は何でも高いでしょ。なんか釣り竿を持ってくるのに2万円かかったとか言ってたんで、ゴルフバッグ持ってくるのも高いのかなって。ビジネスクラスなら多分2個無料だと思うんですけど、やっぱりビジネスクラスじゃなくて普通の安いチケットで来るとなると1個のバッグだけで終わりになっちゃうのかなって。ずーっと飛行機乗ってないから分かんないんですけど、キャリーバッグとゴルフバッグってでも日本で、もう昔の話かな、4000円ぐらいでもう1個4000円ぐらいで乗せれたと思うんだけど、どうなんだろう。なんかお客さんが4000円だよとかって言って、ノースウェストアップグレードじゃしやすかった。アップグレードね、しやすかったよね。ノースウェストの時はほんと何でも持ってこれたもん。洗濯機も持ってきたし、大きい冷蔵庫も飛行機で持ってきたし、テレビも持ってきたし、何でも全部日本から持ってきてたから、その頃昔は毎月日本半分サイパン半分で住んでたんで、もうその昔2005年2008年2009年ぐらいとかまでは日本半分サイパン半分っていう状態で過ごしてたんで、だからもう毎月日本に帰っていた状態だったんで、いや違う、2010年にデューティーフリーのところの隣の土地、あそこが契約が終わりだったんですよ。この契約の終わりの話もいろいろあるんですけどね。もうさ、私が黙ってるのにその相手はペラペラね、いろんなとこで喋ってるらしいから、こっちも喋っていいんだなと思ってるんで、そのうち喋りますね。もうペラ喋られて、でその喋られた人がうちの店に来てペラペラ言うから何でも筒抜けなんだけど、ペラペラよく喋る人だなと思ってたんだけど、私ほんと喋んないでいたんですよ。そういういろいろ契約とかのこととか、ほんとペラで喋られた。例えば深夜さんにその人が喋ったとすると、深夜さんが私に全部話しに来るんですよ。だから筒抜け。イケメンのスタッフいましたね。イケメンのスタッフ
レオのことかな。フィリピン人の日本人正彦な。まあどっちかな。レオ、まあイケメンレオっていうのは要潤にそっくりでしたね。結構フィリピン人の子にも日本人の子にもモテてましたね。イケメンくんでした。で正彦っていうのも結構モテてましたね。日本の子にフィリピン人の子にもモテてたかな。モテてましたね。2010年、そうだ、2010年、911があったのがいつだっけ。2001年に私めちゃくちゃ苦しんで、2011年かな。じゃあ2011年まであっちにいたんですよね。もうね、その辺とかはね、もう怒涛の年月ですね、あの辺はね。怒涛でした。目まぐるしい年月を過ごしてきました、あの辺も。まあ今もそうですけど、今はまた復活しようとしてるんですけど、遅いのかなって、遅すぎたかなっていう気もするし。悩んでますね、いろいろね。日本のが過ごしやすい。なんか日本は今日雪が降ったとか、東京で雪が降ったとかって聞いたんだけど、雪が降ってるってなんかね、さっき配信者の人が言ってたんですよね。見たこともない配信者だったんで、東京で雪が降ってるっていうのは聞こえただけで、このチャンネルを見ようとして見てたんじゃなくて、何のチャンネルだったかは分かんないんですけど、男の人でしたね。雪が降ってるって言ってたんで、そうです。雪がそうですかな。正彦のことか、レオのことか。いろいろ知ってるな、深夜さん。すごいな。日本寒いですよ。寒いの？3月だよ、もう。3月半ばでしょ、もう。そろそろ梅と桜の時期でしょ。梅と桜の時期なのに、もう寒い。まだ寒い。サイパン暑いけど、サイパン寒い。日本寒いと意外とサイパンも寒かったりするんだけど、寒いっていうかそういう寒いじゃないけど、日本が雪降るぐらいだとサイパンも結構荒れた天気だったりするんだけど、全然暑い。今エアコンはかけてないけど、なんだっけこれ、回ってんのなんだっけ回ってファン。梅は2月？梅2月だっけ？梅3月じゃないの？そう、梅2月か。なんかね、昔梅と桜を同時に見せてあげるって言って連れてってもらった場所があって、すごい綺麗でしたね。山梨だったかな。山梨じゃなかったかな。どっかね、すごい綺麗なとこ、綺麗でしたね。梅と桜が同時に3月の
3月の末ぐらいだったかな。同時に見れてすごい綺麗でした。5月、多分梅は2月なんだ。梅の花もピンクで、真っピンクで、なんか真っピンクと薄い桜の花とでこう綺麗でしたね、景色が。タイパンもね、そろそろまだかな、ブーゲンビリアじゃなくてパエンジュの季節になるんで、世間がオレンジ色になりますね。そうだな、あの時期はね、まだ今より良かったかな。今はね、いろいろね、日本に帰ろうかいろいろ考えますよね。桜は種類によって早く咲くのがありますね。ああ、そうなんだ。そうなんだね。桜とか梅とかあんまりね気にしたことなかったんだけど、あ、そうなんだと思って綺麗だった。あの時初めて見たな、ああいう風にじっくり見たのは。サイパンはね、今ね、ほんとなんか暑くなった。いきなりこの1週間ぐらいかな、暑くなりましたね。それまで結構本当に寒って感じだったのに、ちょうどいい心地だったんだけど、なんかほんとうわって暑くなってきた。雨が降らないからかな。雨が降ってもちょこっとだからじわっとなんかムシッとくるっていう感じ。一番嫌だよね、ムシムシするのが。日本とかに帰るとやっぱサイパンの方が湿気が多いから、むわっといつもむわっとしてるのかな、一応。飛行機とか乗って日本帰ると、今の時期帰るともうなんか日本の空港着いた途端に肌が真っ白、粉吹いたみたいになるんだよね。レームツリーが咲いてマンゴーがなって、それで季節を感じています。ああ、なるほどなるほど。レームツリーがそうね、咲いてマンゴーが、その後マンゴーが取れる時期になるのか。そうだ、そうそうそう。私はサイパン長いんだけど、来て長いんだけど、サイパンに住み始めたっていうのが、そのパセオ・デ・マリアナに一人で始めてから、もう本当の一人で始めてからがサイパンに住み始めたっていう感じだったんで、なんかいろんなこと何にも分かんなくて、例えばね、野菜とかお家で今自炊してるんだけど、ずっと自炊してても、私の中ではお水って買ってたんですよ、全部。食器洗うのも何するのも全部ウォータータンクに飲める用の水を買って、お店だったからね、それでお皿でも何でも洗ってたわけなの。だからお家で自炊をするようになってから、
お水屋さんにお水を買って野菜洗ってたんだけど、いやそんなにお金もないわけだから、これ野菜とかこれどうしてんだろうと思って、みんな買った水で洗ってんのかなと思って。で私の住んでるとこは水は全然しょっぱくなくて、かえってカルキの真っ白な水が出たりするぐらいのところなんですけど、それも嫌だなとか思いながら、世間の人はどうしてるのかついこの間まで本当聞けなくて、なんか恥ずかしくて聞けなくて。でもこの間お友達に聞いたら、野菜ってどうしてるの、だからどこでどっちの水で洗ってるのって言ったら、水道の水で洗ってるよって。で最後に食べる時にちょっと買った水で洗って、飲める用の水で洗って食べてるよって言うから、あ、そうなんだと思って、それでいいんだと思って、それまで確証がなくて家の買った水で洗ってたんだけど、もうね、サイパンにだから住んで、そうなってからもう10年ぐらい経つから、身動き取れなくなって10年ぐらい経つわけで、そういう生活をもうずっとしてるけど、本当にいろんなことが聞けなくて知らないことが多くて、あとね、なんかいろんなものが、なんでアメリカの蓋ってこういうのなんだろうとかって思うことが多くて、日本のものを今まで、それまではだから日本行ったり来たりだから、日本のものしか使ってないって言った方が早い。いろんな細かいものでも何でも日本のものしか使ってなかったんだけど、今はサイパンにあるもので使わなきゃならないから、いろんなものを使う。それこそサイパンで今はいろんなものが手に入るようになったから、昔より。昔なんか本当に何も手に入らなかったから、深夜さんなんかはまだ日本のものっていうか日本っぽいものっていうものが手に入らない時期だったから、本当大変だったと思うんだけど、今はいろんなものでもないけど、お金さえ出せば意外と手に入るのかな、今は。多分ね。でお金さえ出せないからまだ苦労はしてるけど、いやでも昔より物があるようになったから楽にはサイパンもなったよね。昔は本当なんでこんなものがないんだろうっていう、最近ねちょっと疑問に思ってるのが、虫刺され、無比、日本から、昔はもちろん無比とかを買って帰ってきてたんだけど、最近ね、この間蚊に刺されて無比みたいの買いに行こうと思ってスーパーに行ったら、そんなもんないよって言われて、そんなもん、ついこの間ですよ。そんなもんどうするのって言ったら、消毒液でこれだよって言われて、これ消毒液じゃんただのとかって言って、これを今でもみんな使ってるのって言ったら、そうだって言うからそれ買ってきたんだけど、消毒液使うんだよね。で私がパセオ・デ・マリアナのとこに引っ越してきた時も、蚊とか蚊取り線香とかどうしてるのって近所の人に聞いたら、ローカルの人がヤシの木の葉っぱ燃やすんだよって言われて、ヤシの木の葉っぱ家の中で燃やせないだろうと思って、もうね、この10年の中ではね、私なりにはめちゃくちゃ驚いたことがいっぱいあって、
日本のものを使えないというね不便さ。でもひまわりがあるから意外と昔は本当なかったから、名鉄でも名鉄もそんなになかったからね。100均とかできてくれと思ってたら、ほらひまわりができて100均になって、100均のようなものが売り始めて、100均じゃないけどね、2ドルぐらい2、3ドルするけど、そういうんでまず便利にはなったけど、ほんとね、昔は日本と行ったり来たりだったから不自由を感じたことなかったけど、ほんと不自由だよね。そこのね、豪に従えって言うけど、って感じだよね。今は結構頑張ってるけど、マリアの祠にある水は美味しかった。あんなとこで水飲んだの？マリアの祠のとこに水なんてあんの？壁から滴ってるような水のことを言ってる？お水なんか出てんのかな？じゃないや。マリアの祠ってどうやって行くんだっけ？あそこの国旗隊のとこ、モービルのとこをヒュッて左に入ってったところの方だよね。もう行き方も忘れました。マリアの祠、あっちの方だよね、確かね。違ったっけ？今時は Google マップで探せんのか、行こうと思えば。はい、もう何十年も行ってないマリアの祠。昔はね、お客さんが行きたいからって言って行ったりしたけど、もう今は行き方も忘れました。どこも出てってないからね。日本に帰って車で、例えば東京足立区あたりから上野とかその辺まで9キロとか10キロぐらいで行けるんだよね。でそれを遠いなと思ったことないのに、上野なら近いからいいよとかって言って思ってたのに、サイパンだとどこ行くのも遠く感じるんだよね。空港か、遠いなって思ったりマリアの祠なんかすっごい遠いように感じるけど、どこだか分かんないけど、何十年と行ってないです。あまり行きたいっていう人もいなかったかな。お水があることは知らない。壁に滴ってるなんだろう、苔に滴ってる水ぐらいしか思い浮かばないんだけど、あそこで深夜さんどうやって飲んだの？お水がこう湧いてたかなんかだったのかな、わかんないや。あっちの方になんだっけな、あっちの方になんかビラみたいな、結構昔ではいいとこ、アナックスみたいなところがあって、昔は良かったって感じ。今は話も聞かないから、もしかしたら廃墟になってるかもしれないし、アパート群になってるのかもしれないけど、キムタクがよく泊まってたところ、なんていうとこだっけ、忘れちゃった。ちょっと待ってください。ちょっと少々お待ちください。
あ、すいません。ねえねえ、ダメだよ。どうやって飲んだんだ。ちゃんとした井戸水が湧いてますよ。具志堅用高毎日20ソルぐらい持って来てましたよ。だってなんで井戸水が湧いてるんだ。すごい知らなかった。なんで具志堅用高なんで具志堅用高誰具志堅用高って具志堅用高じゃないでしょ、本物の誰だっけ。ど忘れしちゃったじゃん。ど忘れしました。深夜さん教えてください。誰だっけ。ケンちゃんのこと言ってるの。思い出した。ケンちゃんのこと言ってるかな。でもすごいね、20リットルぐらい持ってきて味噌やっぱそうなの。ケンちゃんのこと言ってるんですね。ケンさんのこと言って。知らなかった。こんなとこで水が取れるんだ。知らなかった。マリアの祠ってなんか神聖な雰囲気なところだよね。なんか暗くて、昼間行っても暗い感じで神聖っていう感じの雰囲気のところでお水を持って帰ってたんだ。知らなかった。そんなとこでお水が取れるんだ。よく知ってるなね。皆さんサイパン来たら、じゃあそこに行って水を飲んでみてください。今もあるのかな。乾いてなければあるだろうね。多分20年ぐらい前の話だと思うけど。ね、すごいね。初めて聞いた。マリアの祠、水が湧いてるんだ。ちょっと調べてみよう。サイパンのことって調べてもなんかあんまり出てこないんですよね。ヒットしない。ネットでいろんな細かいこと書いてる人いないよね。びっくりしたのが、細かすぎるなって思ったのが、こんな話していいのかな。戦死した方々の遺族の方々がどこで亡くなったかっていう細かいノートがあるんですよ。で、番号がつけられてて、サイパン島で亡くなったのがこの辺で亡くなったとか、この辺で亡くなったっていう番号がつけられてるらしくて、で私のお客さんでおじいさんがここで亡くなったんで、ここの場所をこれから聞きに行くんですなんていうお客さんがいてそれはサイパン島の中でどこっていうことが分かるんですかって聞いたら、そう、番号がつけられてて記されてるものがあるんですよって言うから、そんな細かいこと書かれてるものがあるんだと思ってちょっとびっくりしたんだけど、すごいですよね。昔の記録がそうやって残ってるっていうのは。グアムでもあるのかな。びっくりしました。こういう細かいものが残ってるのになんか喉がおかしい。さっき水が変なとこに入った時から喉がちょっとおかしくなりました。変だ。
ともう12時44分。明日は何曜日だっけ？金曜日？いや木曜日？いや曜日もわかんないじゃん。携帯どこ行っちゃったの？あれ、私今携帯下に置いてきちゃった。めんどくさ。こう何かをポッて置くと忘れちゃいますね、そのまま。家の中だからいいんだけど、そろそろもう12時になってはいないのか。こっちは12時45分ですね、今ね。もうムシムシしてる状態なんですけど、フォックスと呼ばれた男を見るとリアルに場所を想像。何それ？見たよ、私。フォックスと呼ばれた男見たよ。見た。その名前は覚えてる。その映画の名前はリアルに場所を想像できます。なんかまた見たくなっちゃったな。フォックスと呼ばれた男っていうの絶対見てる。その名前の映画見たことあると思う。でも内容は全然覚えてない。どういうちょっと触りを言ってもらえないと思い出せないな。なんだろう、フォックスと言われた男。それが戦争映画かなんかなのかな。リアルに場所を想像できます。また見てみるじゃん。この映画をと言われると絶対見たことある。結構なんか話題になったと思うんだけどな、その映画。勘違いでなければ。多分25年とかそのくらい前のサイパン上陸作戦の映画。そうなんだ。そうなんだ。見てみよう。うちにあるかな。あるかもしれないし、ネットで見た方が早いかな。家の中の DVD を探すより。そうなんだ。サイパン上陸作戦の映画なんだ。もう一回見てみます。絶対その名前は聞いたことあるんで見たことあると思うんだけど、サイパン上陸作戦の映画なんか見たことあったような気がするな。多分見ればあーって思い出すんだろうと思うんだけど、今の状態じゃ全然わかんない。上陸はなんか折れ合いあたり、あの辺が一番多かったみたいだからね。前実話の太平洋戦争とかっていうなんか特集かなんかで見た時にそういう上陸の映像が載ってたけど、折れ合いのところがだらーってもうあの辺がもうなんかやばい状態だったよね。あの辺だからワールドのちょっと手前ぐらいのとこ、白ボタンぐらいまでだよね、きっとね。折れ合いから白ボタンぐらいまで。そんなにはないのか。折れ合いのところあたりなのか。いや、映像を見た時にゾーッとしたけど、
なんていう特集だったかな、太平洋戦争の特集みたいな感じだったんだよね。 YouTube でもたまにありますよね、そういう映像ね。探せばあんまり見たくないから見てないけど、そういうの最近見てるのはもう お笑いばっかり、もうメンタルを自分に優しくするようなものばっかり見てる。サイパン上陸の映画なんだね。見てみよう。でもちょっとなんかこうふわふわっとして思い出せない状態なのが嫌だからちゃんと見てしっかり思い出そう。俺愛のボスは元気かな。私知らないんですよ。お会いしたことないし。俺愛って俺愛レストランのことかな。多分そうだと思うんだけど、俺愛の人会ったことないし知らないんですよ。見たこともないんですよまず出かけないから出かけないんで会ったことないですね。だから元気かどうかはちょっと分かんないです。多分元気だと思います。俺愛がどうのこうのになったとかそういうの話は聞いたことないんで、元気だと思いますよ。俺愛が新しくできてからのことも深夜さんは知ってるってことなんだね。長いってことサイパンすごい長い匂いがしてきたない時も知ってるってことでしょ、俺愛を。俺愛がもともとの昔の俺愛も知ってるってことかな、多分。すっごい長い匂いがしてきたケンちゃんを知ってて俺愛の今の人を知ってるってことだから相当長いでしょ。味噌屋のケンちゃんを知ってるでしょ。で今の俺愛の方を知ってるわけでしょ。長いだろそれどう考えても。長いし、ここ最近までいたということになる。ここ最近って言っても15年15年は長いか。15年12、3年前まで13、4年前までのサイパンを知ってるってことになるな、深夜さんはきっと。当たり13、4年前までのサイパンを知ってるってことになるな、多分。名探偵って感じ。違う？ダメ？外れかな。13、4年前。長いよね、月日は早いな、本当に。もう何もできないままにこんなに時間が経ってしまって、どうしましょう。深夜さん当たり13、4年前。マル秘丸じゃなくてマル秘なんだね。俺愛ってできて、新しい俺愛ができて、だってまだ10年ぐらいじゃないのかなと思うんだけど、だったかな。
わかんない、自分が止まってたからよくわかんないんですけどね。でも深夜さんは結構いろんなことを知ってらっしゃる。井戸水も知らなかったし、マリアの祠、ね、井戸水出てること知らなかった。飲めることを知らないし、サイパンで水が飲めるなんて聞いたことなかった。マリアナの10番ホールの下はもともと川だったっていうのは知ってるけど、ね、水がサイパンで飲めるところがあるなんてちょっとびっくりだわね。ちょっとちゃんとではないよ、もちろん期待はしないでね。動画をちゃんとした動画ではないけど、またガラパンの今日撮った動画とこの間撮った動画とを明日は上げたいと思うので、この桟橋結構壊れてるって言ってたけど、そんな壊れてる？これそんな壊れてるように別に見えないんだけど、これがアウトリガーって言って無料なんだって。アウトリガーじゃない、アウトポープって言って無料だって言ってたのにね。あっちは壊れてるから無料なんだよとかって言ってて、今の映像オレンジボートかな。まさかね、もうないよね。昔こういうオレンジボートで、オレンジ色のボートで、昔も昔すぎるんだけど、まさか同じものではないと思うんだけど、ダイビングにフィッシングベースから出てた船があって、この船に似てる。こういうゴムボートみたいなやつでダイビングにタンタン飛んでいくような感じで乗るボートがいたんですよ。もうでも昔すぎるよな。30年ぐらい前かな。25年ぐらい前かな。違うと思うけど、自分で撮った映像なんだけど全然気にしてなかったんだけど、今映り込んでるのを見てパッと思ったんだけどね。これがどこだなんかこう OBS の映像ってこれって大きくなんないのかな。自分の映像で見てると画面の4分の1以下の大きさの OBS の映像でしか見れないから、携帯の画像みたいなサイズでしか見れないから、すっごいちっちゃくて何が映ってんだかよくわかんないんだよね、自分で見てて。何が映ってんの。マニャが今船ですか。ありがとうございます。リフさんありがとう。今船、いや今なんかゴミが映ってるね。これゴミがなんか吊るしてあったんだけど、昔ねこういうことがあって、ゴミ吊るしてあって、そのゴミを捨てちゃったら何かを発酵させてて、わざと発酵させてたのにって怒られたことがあったから、これがそういうものなのか生ゴミなのかどちらか判断つかなかったから触らなかったんだけど、
ちょうどねボートの近くだし、誰かがこう発航させて何かしてんのかもしれないっていうこともあるから、触ってまた怒られるの嫌だから触んなかったんだけど、こう画面にねなおかつ白い線が入っちゃってるからね、余計分かりにくいっていうね問題があるんですよ。あ、ゴミの山のとこだ。この辺は綺麗になってお金かけたのにね。なんかフェリー乗り場がつくとかって言って、船がつくところができるなんて言ってたら、ただの公園になっちゃったんだけどね、ここ。ナックスも綺麗に真っ白に塗り替えてて、明日はちゃんとそういう、ちゃんとじゃない、ちゃんとって言っちゃうと自分でハードルを上げてしまうから、ちゃんとじゃないけど、またガラパンの、そうアナックス綺麗に見えるでしょ、深夜さん。このねアウトコープから真っ白に綺麗に並んでるように見えるんですよ。ちゃんと塗り替えしてるんですよね。すごい綺麗に見えた。補修工事かなんかで綺麗にしたんじゃないかな。あんな綺麗だった思いがないんだけど、すごい綺麗になってる。深夜さんはアナックスに住んでたんだ。多分これまでの話をちょっとまとめると違うかな。日本人はアナックス住む人昔は多かったし、でも大体アナックス住んでる人はお金持ちなんですよ、大体が。深夜さんお金持ちってことなのな。それは間違いなさそうだ。2人サイパン行きたいな。ぜひぜひいらしてください。プライベートビーチになれますよ、今なら。漏れなくもうどこ行ってもプライベートビーチ状態。本当に誰もいないんだもん。今日も誰もいない。やった明日祭日なの？日本は明日祭日なんだ。明日休みなのかな。明日祭日だとしたら今日あたり入ってきてていいのにね。今日の昼間はいなくていいのか。明日は人がいるかもしれないね。そしたら祭日なら明日あたりから増えるといいのに。祭日ならね、今日あたりの夜入ってきて、明日あたりはビーチに人が出てくるかな。そしたら日本が寒いならちょうどいいっていう感じだよね。3月に祭日あったっけ？何の祭日？アナックスを通り越して
ましたエントランスが暗くてアナックスを通り越してました。エントランスが暗くてエントランスアナックスの入るとこいつも通り越しちゃうわけだ。今看板ついてるよ確かアナックスってついてたよな。確かではない確かではないけど多分ついてたと思う。看板が今ついてると思われる。でも夜こうライトがある時間に最近通ってないからどうだったかわかんないな。やっぱり5時半とかぐらい5時とか5時半ぐらいのガラパンとかあの辺を撮ってみたいな、ね、そしたらどのお店がやってるとかやってないとか本当わかると思うから。いつも昼間だからな。夜になったらもっと人が出てきてる可能性もなきにしもあらず。春分の日、あ、春分の日なんだ。そうなんだ。ああ、春なのね。春分の日なんだ。休みなんだね。なるほど。じゃあ明日あたりから暖かくなるんじゃないの？ライトアップなしライトアップなしなしなんだ。なんか最近っていう最近じゃないけどライトアップあった気がするんだけどな。なんか昔はなかったんだね。あそこないライトアップないと通り越しそうだよねすぐ。通り越しそう。うん。なんかね最近ではないけどライトがあった気がする。アナックスっていうのは光ってたような気がする。木の看板かなんかが定かでないけど、もう嘘な情報ばっかり言っちゃうと変になっちゃうからな。ちゃんとした情報を仕入れるためにも5時半とかくらいに今度通ってみようかな。だいたい暗くなる前に帰ってきちゃうから外に出たとしてもあんまり遅くまでお外にはいないので。なんかね猫がねいるからかき回されちゃうっていう恐れがあって、なるべくお外に出ないようにしてるんだけど、ここの部屋とかって決めておくと穴開けちゃうのね。どこでもうちの猫ベニヤとか全部穴開けちゃうの。ベニヤみたいな板はドアも中身がしっかり入ってるドアとかじゃないと、木のドアだと穴開けて通ってっちゃうから、ちょっとね猫ってすごいなってびっくりしてるところ、犬の時は犬を飼ってた時はそんなことをしなかったのに、ダメって言ったらダメなことを分かってちゃんとおとなしくしてたのに、猫はダメが効かないダメが通用しない。パソコンの上でも何でも飛んで歩っちゃうからね。もう犬より激しいなって感じ。
お外に出たいって言って網戸自分で外しちゃったりするし、ちょっと結構やんちゃで、猫はびっくりです。猫初めて飼ったんで、うちの敷地内っていうか壁の中に落ちてきちゃったから、まあ初めは仕方なかったんだけど、もう今では猫が来てくれてよかったって感じなんだけどね。猫が来なかったら今日の YouTube はなかったって感じですね。今の YouTube はなかった。って感じで、また明日動画をちゃんとじゃないけど、一応の動画を今日作ってたやつを上げてみたいと思います。また今日はありがとうございました。そろそろ配信を終わりにしようかなって思います。今日も、深夜さん、リーフさん、ノバルさんもいたよね。ノバルさんいなくなっちゃった。ノバルさんもありがとうございました。あとみんなコメントできたらよろしくお願いします。なんだっけ、チャンネル登録といいねできたらよろしくお願いします。ボーリング場のところの野良犬が怖かった。いたいね。昔いっぱいいたよね。今野良犬どこに行ってもいないよ。全くいないって言った方がいいんじゃないかな。その話も明日しようかな。ありがとうございます。深夜さんおやすみなさい。また、明日新しいっていう新しかないけど新しいよね、一応ね。新しい動画を出したいと思います。ありがとうございます。おやすみなさい。失礼します。終了。あれ